皆さんこんにちは。私は NPO 法人共生ネット、それから一般社団法人 LGBT 法連合会の原美奈と言います。コロナは未だ拡大の一途ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。共生ネットはですね、主に自治体の相談支援を行っております。ここに画像がありますのでご覧ください。それから、相談員の要請も行っております。LGBT 法連合会は法律や制度を改善するアドボカシーの業務を行っている団体です。2004年にですね、戸籍の性別が変えられるようになったというのはね、もう17年、もうあっという間に20年も経ちますね。望む性に、戸籍変更して暮らす人がね、周囲にもだんだん増えてまいりました。それでも手術ができない、とかですね、金がないとか、ね、保険の適用を受けられませんと、ね、家族の反対が強いというさまざまな事情で、法律性や法律名を変更できないということもあります。他にもですね、手術はそもそもしたくない、望まない、ね、あるいは望む性で暮らしていければ書類上は元のままで構わないというような方もおいでなんですね。はい、本日のプライドハウス講座はトランス仲間が直面しがちな書類上の困りごとというのをいくつか取り上げます。そして、この動画が、個人の身分証明書類など自分の望む性別や名前を記載できるようになって、そしてより快適な暮らしのヒントになれば幸いです。では始めましょう。はい、まずテーマ1、書類上の性別や氏名の表記をどうするかという、ことなんですけれどもね、ここではですね、10代の、仲間たちを想定してですね、だんだんこう人生のね、ライフコース進むに従って出てくる問題を取り上げてみたいと思います。はい、まずですね、学校に、通っている皆さんね、それから専門学校もありますしね、学校に入り直したというようなね場合もあるでしょう。はい、その時にですね、卒業証書、それから卒業アルバムの名前なんていうのがね、実はすごく気になることなんですね。はい、これ通称名でも作れるのかという質問が、よく来ます。そういう、場合ですね、そもそも入学するときにね、元の姓で入ったんだから卒業だってその姓で出るのが当たり前じゃないかというふうに、よく言われるんですけれども、実はですね、これ途中から変更できないわけではない、ね、できることもあります、ね。なぜかというとですね、この、卒業アルバムや卒業証書などがですね、どうして大事かというとですね、学校時代のアルバムをですね、誰にも見せたくないと、ね、でも本当は良い思い出にしたいのにとても残念、ね、あるいはですね、卒業証書はどうしたのというとですね、もう名前が嫌で捨ててしまったと、ね、で次はですね、ぜひ通称名で入学したいんだというようなですね、希望がたくさん寄せられるんですね。はい、それで、じゃあどうしたらいいかというとですね、もちろん学校によって、できない、絶対ダメなんていうところもあるかもしれないけれども、でもできることもありますので、まずはチャレンジしてみてくださいということなんですね。たとえここでですね、うまくいかなかったとしてもやるだけやったと思えることがすごく大事かなというふうに思っています。はい、では説明します。トランス名、ね、自分の望む名前での卒業証書というのは、うまくいくとですね、その後の就活に役立つ場合もあるんですね。はい、で学校がこうした特例対応を規則で定めているかどうか、ね、まず学校の事務室に問い合わせることができます。ね、自分で聞くのが嫌だったら誰かに問い合わせてもらってください。これただの問い合わせですのでね。はい、で、そういうですね、特例対応を規則で定めている学校も結構増えているんですね、実はね。はい、どういう時に名字を変更できるか、どういう時に名前を変更できるかと
いうところの中に性同一性障害の、生徒というようなですね、学生というようなことが記載されている学校もあるんです。はい。でここがちょっとですね、事務室がちょっと塩対応だった場合は学生相談室ね、あるいは担任教務主任とね、あるいはスクールカウンセラーとかね、いますね、中学高校だとね。はい。そういうところに相談してみましょうね。で相談する場所は多い方がいいですね。もう一回相談し始めちゃったらね、いろんなところに言うとね、いうことができます。で意外とですね、ここでそうだねということで、もう気が重いとね、アルバム結局自分のアルバムを自分で見れないっていうのはね、すごく悲しいことなのでね、という説明をするとですね、変えてくれる場合がありますね。はい、ただしこれは条件がありますね。アルバムも証書もですね、実は学校はかなり前から準備しているんですね。ですから卒業間際に言ってもですね、もう間に合わないということがほとんどですね。だからその卒業間際でなくてですね、1年前ぐらいから、その働きかけをね始めるということがすごく大事とね。はい。ぜひやってみてください。はい。次はですね、健康保険証を通称名に変えるってことはできるのかなっていう、質問です。はいね。はい。この健康保険証のですね、表面に必ず性別が入るんですね。女とかね、私の場合だったら女って入るんですけど、男とかね、どっちか入るんですね。でこれがですね、結構な、ハードルだということで、もう一つはですね、名前ですね。はい、自分の戸籍名が入りますね。私の場合だったら「子」がついてるね。はい。すごく固いね、男子の名前の場合もあるかもしれないね。これもですね、結構大変ということで、だいぶ前からですね、もう男性として暮らしているのに、ね、歯医者でも、ね、薬局に行っても全部女性名で呼ばれて、本当に気が重いと。もうそこへ行くのも嫌だという、声もあります。それから待合室でいつまでも呼ばれなくてずっと待っていたと。でもうしびれを切らして聞いてみたらですね、って言われて、男性の名前だったので見渡していなかったから、もうお帰りになったと思って呼びませんでした、失礼しましたということでですね、もうすごく時間が無駄になったとね、こんなことばっかりなのでですね、保険証は通称名に変えるというのは、結構大事なことですね。はい。で実はこの、ことはですね、2017年の8月からですね、もう厚労省がですね、本人または家族の希望があれば健康保険証は通称名記載 OK ですという、通達をですね、皆さんに出しているんですね。その保険、組合ですとかね、そういう元のところに出しているんです。それから性別に関しては裏に、記載してくださいとね。で戸籍名も裏に、記載するというふうに決めたそうですね。はい、ですから、これはどうしてかというと、やっぱり必要な時に、お医者さんに行ける、受診できるというのはですね、とても大事なことなので、やっぱりこういう方法を取ってもらっていますね。はい。もう一度言いますと、戸籍や住民票の氏名や性別は裏に書かれるということなんですね。はい。今ですね、情報としてはですね、もうそれも書かなくていいというような情報も出てるんですけど、まだこれ実際に、全然書かれてないという保険証を私見たことないので、はい、もうちょっと時間がかかるかもしれませんね。はい。でこれに関しては性同一性障害の診断書があれば、スムーズに手続きをしてもらえるそうなんですけれども、実際その診断書を見せなきゃいけないのかどうかっていうのはですね、その自治体によっても違うね。はい。なのでこれはちょっと確認中です。はい。他にも、この手続きをですね、できるのは国民健康保険、社会保険の、健康保険組合、協会憲法、あと後期高齢者、の医療保険、そういうのもですね、すべて、通称名が使えるようになりましたということですね。はい。これはとても、いいことだと思います。それではですね、次のテーマは、就活です。はい。
ね、皆さん就活、何度か人生にね何度かすると思いますけれども、初めての就活の時とても緊張すると思う。今エントリーシートというのがねありまして、希望の企業がですね、エントリーシートを書いてくださいと、いうことで、書きますけれども、実はですね、エントリーシートに自分の今暮らしている性別をどんどん書いてエントリーしてしまったんだけども、これって虚偽になるのかなと、自分は嘘ついたことになるのかなと言ってとても心配して相談してくる方がいるんですね。みんな心配だと思いますね。で人によってはいやそれはまずいよとね、書類の性別で書かないとダメだよっていうようなアドバイスをする場合もありますけれども、これはですねエントリーシートの、名前そして性別は、通称名あるいは自分の社会的性別で書いても嘘ではないんですね。なんでかっていうと実態だからですね。本当にそうだったらその通り書くことが、嘘になるわけではありませんね。はい。ただし今度履歴書をですね、出す必要が出てきたりしますね。でそこにですね、戸籍上の性別とかね、性別とか普通書いてあるんですけども、そういうふうに書いてある履歴書の場合はですね、そこにその通り書かないといけないんですね。はい。ただ性別と書いてあったり、今度は新しい履歴書はですね、性別欄がなくなった履歴書が、出てきますね。はい、新しいものですね。古いものはまだ性別があるんですけど、新しい履歴書を使ってですね、性別欄が入っていないものを使った方が迷いが少なくていいかなというふうに思います。はい。ただしですね、人によってはやっぱり心配だから自分の書類上の性別を書くというふうに、言う人もいます。それでももちろん大丈夫ですね。はい、他の人と同じですからね。はい、その場合尾行のところにただし社会的にはこっちの性別で暮らしていますとか、そういうことを書くこともできるんですね。書かないこともできますよ。はい、どっちでもいいですね。はい、それからですね、逆に、今社会的に暮らしている性別でエントリーし履歴書も書き、それで尾行に、いや実は戸籍の性別はこれなんですというふうに書く人もいますね。はい、書かない人もいるんですね。はいはい、どっちでもいいんですね。もう本当はですね、これは本当に自分の性別の感覚に合ったものを出してですね、やはりそれを受け止めてもらうということが一番大事かなというふうに思います。なぜかというと、一回就職してしまったらそこでほとんど生活するわけですね。ですからそこに合わない自分が無理に合わせているとですね、やはり続きません。1年経ち2年経ち3年ぐらい経つともういっぱいになってですね、やっぱり辞めざるを得ないということが非常に多いですので、はいそういうふうに、皆さんね、やるようになってきましたね、今はね。はい、これがエントリーシートと就活の、問題です。ただですね、採用の時に面接ありますよね。はい、この時にですね、実は本人には変えられないことに関して質問をしてはいけないという規定がですね、実はあるんですね。なぜかというと、本人には変えられないことをですね、そこで突っ込んで質問して、それをもとにして採用なしにするということはね、これは差別にあたる、このことははっきり厚生労働省も言っているので、本来性自認とか君は何かどっちか分からないけどどっちなんだとかね、それから、なんか書類と違うじゃないかみたいなことをですね、その面接の、採用選考基準に使ってはいけないということがあるので、これはですね、もしそういうことがあった場合、例えば内定を取り消された、書類の書き方がね、なかなか難しくて内定を取り消されたなんていうことがあったら、苦情を申し立てるとですね、復活できる可能性があるんですね。はい、そこまで、知って、いろいろ考えながらエントリーをしてください。はい、では4番目、今度はですね、じゃあ無事に就職できました、会社に勤めることになりましたって言って、ここでまずですね、例えば給料が振り込まれるときに、まず要求されるのは、マイナンバーを出してくださいというのがあります。
ね。これはですね、マイナンバーというのはみんな一つずつ持ってもう番号がつけられているんですね。私も、マイナンバーという唯一の番号があるんですね。はい、でこれを出すためにですね、マイナンバーが書かれている、書類を出さなきゃならない。大体は住民票を出してくださいというふうに言われたりします。あとマイナンバーカードを作っている人はカードを出してくださいね。はい、でも、マイナンバーを出すと性別が一緒に出ていくと、ね、提出されるというのがほとんどなんですね。でこの中に唯一マイナンバーは出せるけれども性別は出さなくていいっていう書類があります。でそれが、住民票記載事項証明という書類です。これは役所で取れるものですね。はい、で、住民票をくださいというふうに言う代わりに住民票の中のある項目だけを欲しいという場合には記載事項証明をくださいというふうに言うんですね。でそうすると出してくれるんです。はい、でその時にどうするかというとですね、性別の情報は入れないでくださいと、ね、いうふうに言うね。はい、でそうするとですね、そこだけちゃんとですね、書類上でうまくカバーしてですね作ってくれます。だから性別はもうそこは入ってないということになって、マイナンバーだけが自分の名前とね、自分の名前住民票上の名前ですけれども自分の名前とそれから、マイナンバーが出ると、ね、住所も出ると、ね、いうことですね。はい、こういった形で性別を出さないでマイナンバーを出すということもできることはできると、ね。とても不自由になりますけれどもね、はいそういった方法もあるよということですね。では最後にですね、これは後半にも触れますけれども、自分の通称名をですね、どうやったら、使う範囲を広げられるかという、一つのちょっと裏技というかね方法があります。それはですね、これは自活している人に当てはまることなんですけども、公共料金をですね、自分で申し込んで、登録して、払うということなんですね。でそうするとですね、公共料金を申し込むときにですね、自分の通称名で申し込んでくださいね。はい、ガス会社とか電気会社とかね、水道局とかねいうところですね。はい、そういうところでですね、公共料金払うときに通称名を使うと、今度その支払い書や領収書が、証明になるわけですね。はい、ですから今まだ改名申請中ですと、例えばね、はい、でももうこれで使ってますというようなですね、証明を出すと、いろいろなものがですね通称名で登録できるようになりますね。例えば市のサービスね、何か利用する、サービスとかね、そういう時に作られるカードとかいろいろありますね。図書館とかね、はい、いろんなカードがですね全部通称名で作れるようになりますね。それには公共料金の支払い証明書があればいいとねいうことなので、ぜひこれを活用してですね、自分で自分の名前で、料金も払わなきゃいけませんけれどもね、自分の名前で登録して、使ってくださいと。でこの時にですね、できれば、自分の戸籍名を使ったものと、通称名を使ったものとですね別々に両方あるとですね、何かの時にちょっと通称名じゃダメとか言われた時にですね、その戸籍名の方もあったりすると便利だったりしますけどね。はいはい、じゃあ以上ですね、今日はその書類関係のちょっとヒントをいくつかお伝えしました。はい、最後に、性別の記載がなくても、望む名前で契約可能なものというのがいくつかありますけれども、今のその公共料金などが、証明があればですね、保険なんていうんですか、障害保険とか、ね、生命保険とかね、そういうのの契約者になることができます。これは通称名で契約できますね。そしてその被保険者といってですね、それを受け取る人とかその対象になる人は戸籍名なんですね。はい、だから自分の通称名で自分の戸籍名の人を保険にかけるっていう感じなんですけどね、それはできます。あと賃貸の契約もですね通称名でできるようになりますね。はい、他にもですね、性別記載はない、あるいは任意の状態だけれども戸籍名でしか作れない書類もあります。例えば運転免許証なんていうのがね、そうですね、はい、これ性別記載ないので、はい、名前さえ変えればね、とてもいい証明になりますね。
会社や団体の法人登記も、そうですね、はい、会社を作ったりするときにね、通称名で、はなかなか作るのが難しい、ね、戸籍名で作らないといけない、ね、金融機関の口座もそうですね、はい、以上難しいものもあるよというお話でした。はい、それでは皆さん、頑張ってください。はい。